は切り餅でポン・デ・リングを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は余った切り餅でポン・デ・リングを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お正月で余った切り餅を使って外はサクサクで中はもちもちの美味しいポン・デ・リングを作りたいと思います。味付けは今回ハニーグレイズ、チョコレート、きな粉、この3種類作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、牛乳、ホットケーキミックス、卵、お砂糖、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回使用する切り餅は1つ 55g の切り餅を使っていきます。なので2つ合わせて 110g になります。そしてトッピングの材料はこちらです。まずハニーグレーズの材料が粉糖、蜂蜜、牛乳、そしてチョコレートはチョコレートだけを使います。きな粉はきな粉とお砂糖と塩です。今回はこちらの材料を使ってトッピングしたいと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずこの切り餅をですね、細かく切りたいと思います。この時手を切らないようにだけ十分に注意してください。ではまず縦に切ります。今度は横にして1センチ幅に切っていきます。だいたいね、1つのお餅15粒ぐらいにしていただくとちょうどいいかなと思います。そしたら耐熱のボウルに入れましょう。残りのお餅も同じように切ります。はい、切り餅はこれで OK です。そしたらここに牛乳を入れます。ゴムベラでちょっとね、お餅全体を牛乳に浸します。そしてふんわりボウルにラップをします。でラップをするときは1箇所このように開けて空気の出入り口を作っておきましょう。それではこちらを電子レンジ 600W で3分30秒加熱します。はい、今3分30秒加熱しました。それではね、ラップを取り外します。蒸気が出てくるのでやけどしないように注意してください。そしたらお餅を潰しながら牛乳と混ぜていきましょう。こうゴムベラでね、お餅をボウルの底に押さえつけるように最初混ぜるとだんだん馴染んできます。であとはぐるぐるぐるっと混ぜましょう。でこれを繰り返します。ある程度混ざったらもう一度ね、ふんわりラップをして電子レンジ 600W で今度は30秒加熱します。はい、加熱したらまたラップを取ります。今とろっとした感じになってます。これをね、もう一度よく混ぜましょう。途中でね、また加熱していただくとより混ざりやすくなります。このようにお餅が牛乳にきれいに溶ければ OK です。でこれでもね、まだお餅の粒感が残る時はもう一度電子レンジ 600W で30秒ほど加熱して、その後ね、もう一度よく混ぜてみてください。一旦ここに乾燥しないようにラップをかけておきます。お餅の準備はこれで OK です。ではね、別のボウルに卵を割り入れます。ここにお砂糖を加えます。この2つをね、よく混ぜましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。ではこちらのお餅に卵の液を入れていきます。今ね、卵を混ぜている間に少しね、お餅の粗熱を取りました。このお餅が熱いうちに卵を入れてしまうと卵が固まってしまう場合がありますので、軽くね、粗熱を取りましょう。であんまりね、粗熱取りすぎると今度お餅が硬くなっちゃうので、粗熱の取りすぎには注意してください。ではまずね、卵を半分入れます。そして混ぜましょう。ぐる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 っと混ぜます。でよく混ざったら残りの卵も入れます。そして混ぜましょう。はい、このようにきれいに混ざれば OK です。それではここにホットケーキミックスを加えます。振るわずにこのまま入れちゃって OK です。そして混ぜましょう。粉がね、飛び散らないように注意してください。こんな感じでね、優しく優しくお餅に粉類を混ぜていくイメージですね。だんだんまとまってきました。はい、このようにひとまとまりになれば OK です。目安としてはこう触っても指につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さにしてください。でこれはですね、卵の大きさによって多少生地の柔らかさが変わってくると思うので、もしねまだベトベトするなっていう時はホットケーキミックスを 10g ぐらいずつですね加えて硬さを調整してください。逆に硬くなりすぎてしまった場合は少しずつ牛乳を加えて硬さを調整してください。それではね、丸めていきます。で丸める時はこのようにクッキングシートを
をだいたい15センチ15センチくらいの正方形に切っていただいて、こちらの上にね丸めたものを置いていきます。でちょっと動かないようにね止めておきます。これね丸める時のポイントなんですけれども、両手でねコロコロ転がすと手にくっつきやすいので、このようにまずねこうちぎっていただいて、まな板を使ってまな板の上でコロコロコロと転がしてください。そうするとねくっつきにくくなります。この時に手にサラダ油を塗ったりとか、あとは粉類をつけてしまうと揚げてる最中にドーナツ同士がね離れてしまう時があるので、何もつけない状態でまな板を利用してコロコロ転がしましょう。はい、こんな感じ。そしたら置きます。でまた手に取って転がします。このね一粒の重さなんですけれども、だいたいね 8g ぐらいにしてます。これはお好みで変えていただいて OK です。はい、こんな感じでまた取ってで転がします。でこれをね全部で8個作っていきます。はい、こんな感じで丸めました。それでは残りもこのように丸めていきます。はい、全部丸めました。こんな感じになっています。このようにね丸めてください。それでは油で揚げていきます。まずフライパンの底から1センチから2センチほどの油を注ぎ入れてください。今回は150度から160度の温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、適温になりました。目安としては菜箸を入れた時に細かい泡が菜箸の先からゆっくり出るくらいですね。そのぐらいになれば OK です。それではねこちら作ったポン・デ・リングを揚げていきます。でこのままクッキングシートごと揚げましょう。でやけどしないように入れます。よいしょ。見やすいように1個ずつやっていきます。で最初はね沈んだ状態です。でこのままね20秒ぐらいすると上にプカッと浮かんできます。はい、浮かんできました。そしたらですね揚げ色が少しつくぐらいまでまずこの状態で揚げていきます。はい、今ね3分経ちました。ちょっとね揚げ色がついてきたので裏返します。網ですくって形崩さないように網ですくって、ちょっとお箸でね押さえてくるっと返します。でそうするとねもうペロッと取れるのでクッキングシートを取りましょう。このまま裏面も揚げ色がつくまで揚げていきます。はい、今ねトータルで5分揚げました。裏面もね揚げ色がついたので取り出します。こんな感じで美味しそうに揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、揚げ終わりました。こんな感じに仕上がってます。それではね今からトッピングしていきたいと思います。ではねトッピングしていきます。まずはじめにハニーグレーズから仕上げていきます。耐熱の器に粉糖、そして蜂蜜、そして牛乳を加えます。これをよく混ぜましょう。このように混ぜました。で粉っぽさがなくなったらこちらを電子レンジ 600W で20秒加熱します。はい、温めました。そしたらもう一度よく混ぜて粉糖を溶かしましょう。粉糖がきれいに溶ければ OK です。それではね粗熱が取れたポン・デ・リングの上にスプーンでねかけたいと思います。はい、ハニーグレーズはこれで OK です。このようにコーティングしてください。続いてチョコレートのポン・デ・リングを作ります。チョコレートはね手で細かく砕きましょう。包丁で細かく刻んでいただいても OK です。それではですねお湯の入ったボウルの上にのせてチョコレートを湯煎で溶かしましょう。はい、このようにきれいに溶ければ OK です。ポン・デ・リングの表面の部分にチョコレートをつけます。よいしょ、むにゅっと。はい、チョコレートはこんな感じです。続いてきな粉のトッピングを作っていきます。こちらきな粉にお砂糖小さじ1杯、こちらのお砂糖の分量はお好みで OK です。そして塩1つまみ、これを混ぜます。ドーナツの上にきな粉をふるいます。はい、これで OK です。これで切り餅で作るポン・デ・リングの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがハニーグレーズ、そしてチョコレート、そしてこちらがきな粉です。このように美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。ではまずハニーグレーズからいただきます。いただきます。もちもち、すごくサクサクして中がもっちもちです。
では続いてチョコレートいただきます。ちょっと手づかみで失礼いたします。いただきます。チョコレートも最高に合いますね。今回ブラックチョコレート使ってるんですけど、甘さ的にはね、多分ブラックチョコレートがちょうどいいと思います。それでは最後きなこ味もいただきます。きなこはねやっぱり和っていう感じがして、ここに黒蜜をかけてもね美味しいと思います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のポン・デ・リングのポイントです。まずお餅なんですけれども、だいたい1センチ角ぐらいの大きさに切ってください。切るときはですね、お餅が硬いので手を痛めないようにだけ注意してください。お餅を切ったら牛乳を加えて電子レンジで加熱して取り出したらよくかき混ぜてください。この時器がとても熱くなってるのでやけどしないように注意してミトンとかはめて混ぜていただくといいかなと思います。綺麗に溶けたらあとはね、卵とホットケーキミックスを加えていただくだけなんですけれども、ホットケーキミックスの適正量は卵の大きさによってね多少変わってくるので、もし生地が指にくっついてしまう時はホットケーキミックスを少しずつ加えて硬さを調整してください。逆に硬くなりすぎてしまった時は牛乳を少しずつ加えて硬さを調整していただけたらと思います。そして丸める時のポイントです。丸める時なんですけれども、まな板を利用していただくと手にもくっつきにくくて、かつ綺麗に丸めることができます。どうしてもね手にくっついてしまうなっていう時はほんの少しだけ薄力粉を手にまぶしていただいて、そして生地を取って丸めてみてください。薄力粉を使った時の注意点なんですけれども、丸めたもの同士をくっつける時に薄力粉がついてると揚げてる最中にバラバラになってしまう時があります。なので薄力粉をつけた場合は接着面のところを少し濡らしてくっつけるようにしてください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はクッキングシートごと揚げるようにしてください。ひっくり返す時もちょっと形が崩れやすいので、網などを使っていただくとひっくり返しやすいと思います。今回私は合計で5分揚げました。フライパンの大きさとか、あとはポン・デ・リングの大きさでもね適正な揚げ時間が変わってくると思うので、様子を見ながら時間は調整してみてください。揚げすぎるとね硬くなってしまうんですけれども、揚げる時間が少なすぎると中がね生の生地のままになってしまいますので、もし気になる時は竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてみてください。そしてトッピングはですね、今回はハニーグレーズとチョコレートときな粉、この3種類ご紹介しました。どれもねとても簡単にトッピングできますので、ぜひこちらのトッピングも楽しんでいただけたらと思います。もちもちでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はポン・デ・リングを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。